こんにちは、ソニック研究員のケイティです。今回は、2009年発売の 3D アクションゲーム、ソニックワールドアドベンチャーについて解説します。このゲームは、かつて爆発的な人気を博した、ソニックアドベンチャーシリーズの最新作として発売されました。しかしストーリー的なつながりはないため、ソニアドシリーズをプレイしていなくても楽しむことができます。それでは、早速スタートです。まずは、ソニックワールドアドベンチャーのストーリーをご紹介します。また悪事を働こうと、宇宙に巨大戦艦を構えるドクター・エッグマンの元へ、ソニックが乗り込みます。カオスエメラルドの力も借りて、エッグマンを圧倒するソニック。しかし一瞬の隙を突かれ、エッグマンに拘束されてしまいます。カオスエメラルドの力を吸い取り、そのエネルギーを地球に発射するエッグマン。すると世界は7つに割れ、地底から巨大な生命体が現れました。その生命体の名は、ダークガイア。星を破壊するほどの力を持つ、超エネルギー生命体です。エッグマンはそのエネルギーを利用して、念願のエッグマンランドの建設を目論みます。相変わらず目的と手段が釣り合っていません。また、ソニックの体にも驚くべき変化が生じます。ダークガイアのエネルギーを浴び、狼のような姿に変貌してしまったのです。エッグマンに反撃しようとするソニックですが、もう様子見とばかりに、カオスエメラルドもろとも地球に放り出されてしまいます。本来ならばタダでは済まないはずですが、なぜか無傷のソニック。そして目を覚ましたソニックが辺りを見渡すと、謎の小動物が倒れていました。話を聞くと、どうやら記憶を失っているようです。ソニックは彼に、チップという名前を付け、チップの記憶を取り戻し、世界を元に戻すための冒険へと出発します。ストーリーは比較的シンプルで、王道的な展開に仕上がっています。細かな伏線などもないので、あまりストーリーを気にせずプレイに集中することができます。良い意味で軽いストーリーであると言えるでしょう。続いて、ゲームシステムの解説に移ります。今作の最大の特徴は何と言っても、ソニック・ザ・ウェアホック。ダークガイアの影響で変身したソニックの姿で、スピードは失っていますが腕力が上がっており、パワーを生かした様々なアクションを繰り出します。また腕が伸びるようになっており、それを活かしてステージのギミックを攻略し、先に進んでいきます。従来のソニックのようなスピード感はありませんが、戦闘が無双シリーズのようになっているため、今までとは一味違った爽快感を味わうことができます。しかし、ボタン入力のタイミングがシビア、敵が出てくる頻度が高い上に全滅させないと先に進めないなど、ストレスを感じるところも多く、賛否両論のあるシステムになっています。このゲームには昼と夜があり、ウェアホックをプレイするのは夜。昼は従来のソニックを楽しむことができます。こちらも、今作から大きな変化点がありました。それがこの、ソニックブースト。驚異的な速度で敵を吹っ飛ばしながら、ステージを駆け巡ることができます。その爽快感は格別です。しかしいかんせん速すぎるので、初見だとまず制御できません。ホーミングアタックと同じボタン操作であることも相まって、暴発しまくります。心が折れそうになることもありますが、うまくいった時の気持ちよさが上回るので、何度でもチャレンジできてしまいます。残機がゼロになってもタイトルに戻されない、必ず5機以上でステージを始められるなど、再チャレンジしやすい工夫が詰まっているのもまた憎いですね。何はともあれ、ソニックの爽快感にハマった人々を、より一層深い沼に陥れる、悪魔的なシステムがここに誕生したのです。さらに今作では、所々で横スクロールになる、2.5 次元アクションゲームを謳っています。これは、ただ走るだけでは障害物よけのレースゲームになってしまう、という開発スタッフの意思から制作されたものです。3D から 2D への移行も非常にスムーズで、プレイしていて違和感は感じません。今作はステージがかなり長いのですが、このシステムのおかげでコースにメリハリがついています。このように、ヒルパートのシステムはかなり洗練されており、3D ソニックの集大成と言われています。また、今作はやり込み要素も充実しています。お土産や、美術書、レコード、ビデオテープといった豊富な収集アイテム。街の人々のお願い事を解決するサブミッションや、ダークガイアの影響でおかしくなってしまった人々を救う、除霊ミッション。高難易度ステージに挑戦できる、ホットドッグやミッション、と、すべてを網羅しようとするとかなりの時間楽しむことができます。特にホットドッグやミッションは驚異的な難易度を誇っており、ステージの構造を詳細に把握していないとクリアは不可能。難しいほど燃える、マゾゲー大好き、ゲームに遊ばれたい、という方には、ぜひ一度体験してもらいたい内容となっています。最後に、BGM について紹介します。ソニックシリーズといえば、ゲーム音楽に力を入れていることで有名であり、今作も漏れなく名曲揃いです。
今作には、メインテーマ曲と主題歌が、別に存在しています。まずは、この動画の BGM でも流れている主題歌、エンドレスポシビリティ。明るくてテンポが良く、非常に爽やかな曲で、聴いていると自然と前向きな気持ちになれる名曲です。歌詞もとてもポジティブで、過去を振り返らず前に進もう、という力強いメッセージを届けてくれます。また、ウェアホップをイメージしたラップ部分にも注目です。続いてメインテーマ曲である、ザ・ワールド・アドベンチャー。こちらは、スター・ウォーズや、インディ・ジョーンズのテーマ曲のように、これから大冒険が始まる、というワクワク感を与えてくれる楽曲になっています。オーケストラで収録されているため、非常に壮大な雰囲気も醸し出しています。世界中を旅する、という本作にぴったりのテーマ曲ですね。他にも、ヨーロッパをモチーフにした国、エスパニアのフィールド曲。エジプトをモチーフにした国、シャマールのフィールド曲。人気ステージ、オレンジルーフスの BGM など、色々な曲調の神曲が、ゲームを盛り上げてくれます。他にも素晴らしい曲がたくさん登場するので、ぜひプレイして堪能してほしいと思います。それでは最後に、ストーリー性、ゲーム性、難易度、おすすめ度、の4つの観点から、個人的にランク付けをしてみようと思います。ストーリーは、王道でシンプルな内容であるため3。ゲーム性は、ソニックブーストやウェアホップのアクションなど楽しいシステムが搭載されていますが、一部理不尽な箇所があるため4。難易度は文句なしの5。おすすめ度は4。ソニック経験者には自信を持って進められますが、初心者には少し難易度が高すぎて、クリアできない可能性があるためです。今作は、PS3、Xbox 360、Wii、PS2 で発売されているため、今からプレイするならこのいずれかになります。ただし Wii 版と PS2 版は、ステージやシステムが一部簡略化されている点と、画質が HD ではない点にご注意ください。ストーリーは同じなので、アクションに自信のない方は、Wii 版や PS2 版を選ぶというのもありだと思います。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは、ソニックに関するあらゆる情報を発信しています。動画が気に入っていただけましたら、高評価やチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。